皆さんこんにちは、フジロクです。今回はクッキーシューを作っていきましょう。まずはじめにクッキーシューのクッキーの部分を作っていきます。フードプロセッサーに薄力粉、グラニュー糖、バターを入れて混ぜ合わせていきましょう。フードプロセッサーを持っていない方はバターとグラニュー糖をまずハンドミキサーで泡立てて、きれいに混ざってから薄力粉を混ぜるようにしてみてください。生地がまとまればラップに取り出し、生地を棒状に整えていきます。このように棒状になったら一度冷凍庫に入れて固めておきましょう。続いてカスタードクリームを作っていきましょう。カスタードクリームは卵黄で作るクリームなのですが、卵白は余ったら冷凍保存ができますので、捨てずに冷凍保存をして違うお菓子に使ってみてください。続いて卵黄と牛乳の中にグラニュー糖を半分ずつ加えていきます。まずはじめに卵黄とグラニュー糖の半分を白っぽくなるまで混ぜ合わせておきましょう。グラニュー糖が溶けたらこの中にコーンスターチを加えてさらに混ぜ合わせていきます。それでは牛乳とグラニュー糖を温めていきましょう。今回はこの中にバニラビーンズのペーストを加えていきます。一番美味しいのはバニラビーンズですが、とても高価なので、このようなバニラビーンズのペースト、バニラオイル、バニラエッセンスで構いません。バニラの香りがするとカスタードがとても美味しく仕上がるので、必ずバニラは入れるようにしてください。牛乳は人肌程度に温まれば大丈夫です。沸騰直前まで温めた方が作業効率はいいのですが、どちらにせよ後で火を入れる作業がありますので、ここでの温度はあまり重要ではありません。グラニュー糖が溶けたら卵黄の中に牛乳を注いで混ぜ合わせていきましょう。卵黄と牛乳が混ざったら裏ごしをしてお鍋に戻していきます。それではカスタードを炊いていきましょう。火加減は弱火から中火の間で耐熱ゴムベラを使って絶えず混ぜ続けていきます。このように少し固まってきたら一度火を止めてゴムベラから泡立て器に持ち替えましょう。カスタードをゴムベラだけで滑らかに作るのはとても難しいです。このように一度固まり始めたら火を止めて泡立て器で混ぜることによってダマがない綺麗なカスタードに仕上がりますので、ぜひ皆さんこの方法でカスタードを作ってみてください。泡立て器で混ぜることによってカスタードが滑らかになります。滑らかになったらもう一度ゴムベラに戻して火加減を弱火にしてさらに炊き上げていきましょう。この時の大事なポイントはお鍋を回しながら炊くということです。お鍋を回さずそのまま混ぜるだけでも炊けるのですが、手前の部分が四角になってしまってカスタードが焦げることがあります。四角を作らないように常にお鍋を回しながら炊くようにしてみてください。時間にするとおよそ3分は炊きましょう。しっかり炊くことによって口当たりのいい滑らかなカスタードに仕上がります。表面にツヤが出たらこの後はバターを入れてコクを出していきましょう。バターは発酵バターがおすすめです。とても美味しく仕上がります。発酵バターがない場合は無塩のバターを使ってください。バターが溶けたらバットに取り出して冷やしていきます。カスタードクリームは卵のクリームなので非常に傷みやすくとても繊細です。必ずすぐにバットから取り出してラップをかけて冷蔵庫で急冷するようにしましょう。
そしてラップをかける時もこのようにピタッと空気が入らないようにラップをしてから冷蔵庫に入れてください。続いてシュー生地を作っていきましょう。お鍋の中にバター、お水、牛乳、グラニュー糖、お塩を入れていきます。そして温めていきましょう。バターが溶けて一度沸騰したら火を止めて、ふるっておいた薄力粉を一気に加えていきましょう。薄力粉が入ったら木べらで急いで混ぜ合わせていきます。このように生地に粉っぽさがなく一塊になったら、こちらの生地を炒めていきましょう。火加減は弱火から中火の間で炒めていきましょう。炒めるときは木べらでこのように切るようにして炒めてください。ぐるぐると混ぜてしまうとグルテンというのが発生してシュー生地が分厚くなってしまいます。薄くパリッと仕上げるために必ず切って炒めるようにしましょう。鍋底に生地が1枚膜を張ったようになれば完成です。お鍋がテフロンで加工されているものはこのように膜が張らないので、テフロン加工のものは使わないようにしてください。生地ができたらきれいなボウルに取り出して、このように少し生地を広げて冷ましておきましょう。熱々のまま卵を加えてしまうと卵が固まってしまうことがあります。生地は1分ほど冷やしてから卵を加えるようにしてください。卵は最低でも3回に分けて加えるようにしましょう。このように卵が馴染んできて生地が硬くなったら2回目の卵を加えていきます。1回目2回目の卵は一気に加えてもいいのですが、3回目の場合は少しずつ加えるようにしましょう。シュー生地の失敗の原因というのがだいたい卵の入れすぎなんですね。炒め具合によって卵の入る量が変わってきますので、3回目の卵は大さじ1ずつ加えて様子を見るのをおすすめします。それでは一度生地をできたかどうかチェックをしてみましょう。チェックをするときはこのように生地を全部一度に持ち上げて一気に落とします。落としたところが綺麗な三角形になっていればいいのですが、先ほどの場合は少しちぎれた感じになりましたね。卵をもう少し加えて様子を見てみましょう。それではチェックをしてみましょう。生地を一度に持ち上げて一気に落とす。落としたところが三角形であれば完成です。はい、それでは続いて絞っていきます。直径が 1.2 センチの丸の口金をセットした絞り袋に生地を入れて丸く絞っていきましょう。今回は12個分のレシピになっていますが、お家のオーブンの天板が小さい方は半量で作っていただいても構いません。シュー生地が絞れたら一番初めに作っておいたクッキー生地をカットしていきましょう。こちらのクッキー生地は非常に柔らかいので、冷凍庫から出したらすぐにカットしてください。12等分にカットしたらシュー生地の上に乗せていきます。それではシュー生地の上にクッキー生地を乗せていきましょう。このように軽く乗せるだけで大丈夫です。押し付けたりだとか広げたりすることはしなくて構いませんので、上に軽く乗せていきます。180度に予熱したオーブンでおよそ40分焼いていきましょう。
このようにしっかりと膨らんでいれば完成です。シュー生地をパリッとさせたい方はですね、オーブンからすぐに取り出さずにオーブンの余熱を利用して5分間乾燥焼きをしてみてください。サクサクのパリパリに仕上がります。続いてカスタードに合わせる生クリームを泡立てていきましょう。生クリームはこのぐらい固めに泡立てるのがおすすめです。カスタードに合わせるとかなり緩くなってしまいますので、固めの生クリームを作りましょう。それではカスタードをボウルに取り出していきましょう。しっかりとカスタードが炊けていると、このようにバットから取り出す時につるんと剥がれてくれます。つるんと剥がれる綺麗なカスタードを目指してしっかりと炊いてみてください。このままでは生クリームときれいに混ざらないので、カスタードは一度柔らかくほぐしておきましょう。柔らかくほぐしてから先ほど泡立てた生クリームと混ぜ合わせていきます。クリームができたら絞り袋にクリームを詰めておきましょう。今回は2種類のクリームの詰め方を紹介します。まず1つ目ですが、底の部分に口金で穴を開けて、そこからクリームを詰めるというやり方です。今回はクリームを詰める用のこちらの細長い口金を使っています。こちらの細長い口金じゃないと中までクリームがきれいに詰まらないので、この口金を持っていない方はカットしてからクリームを詰めるのをおすすめします。細長い口金を持っていない方はこのようにシュー生地をカットしていきましょう。カットをするときは半分に切るのではなくって6対4ぐらいの割合で、底が分厚い方がクリームがたくさん入りますので、6対4の割合でカットしていきましょう。シュー生地がカットできたら中の綿の部分を取り除いておきましょう。綿をしっかり取り除くことでシュー生地もパリッと仕上がるし、クリームもたくさん詰めることができますので、中の綿は取り除いておきます。そして中にカスタードクリームをたっぷりと詰めていきましょう。こちらは分量外なのですが、クリームが足りないなと思ったら生クリームとグラニュー糖を泡立てておいて上に絞るとかなりボリューミーになって可愛いシュークリームに仕上がります。仕上げに中内粉糖をかけておきましょう。中内粉糖というのはデコレーション専用の粉糖です。非常に溶けにくい粉糖になっていますので、デコレーションするときはこのように中内粉糖もしくはデコレーション専用の粉糖をかけておくのがおすすめです。はい、こちらでクッキーシューが完成です。それでは一つカットして断面を見てみましょう。このようにしっかりとクリームが詰まっていれば成功です。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。動画が面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バクバクおいしい。バクバクおいしい。